今回はこちらの財布を作ります。カード入れが6列と小銭入れは大きく開いて取り出しやすくしています。その後ろがお札入れです。出来上がりサイズはこちらです。ここからが作り方です。材料はこちらです。概要欄にも材料とメニューを載せているので参照ください。小銭入れの裏には1センチ内側に接着芯を貼るときれいに仕上がります。表布の裏にも貼ります。表布にカーブを描きます。半分に折って4センチカーブを描きます。上端だけ丸くカットします。裏布も同じようにカーブを描きます。カード入れの方が右側、短い方が左側にカーブを描きます。カーブを切り取ります。カード入れから作ります。カーブを切り取ります。カード入れから作ります。定規を当てて上から11センチ、20センチ、29センチに印をつけます。この印のところを山折りにしてアイロンを当てます。上から2.5センチのところに1段目の山を持っていきます。アイロンをかけてその段から1センチ下に2段目の段を折ります。3段目も1センチ下に折ります。上から下までが 11.5 センチになります。もう1枚と重ねると合うように調整します。端から2センチ、印から 9.5 センチずつを縫います。右端から2センチに縦線、そこからカード入れが 9.5 センチです。2列目も 9.5 センチ。縦に縫います。
次にポケットを作ります。上下を1センチ折ってアイロンを当てます。折ったまま半分に折ってアイロンを当てます。上端を縫います。半分に折ってアイロンを当てます。ここが小銭入れになります。短い方に仮縫いします。上から2センチ開けたところに空いてる方を上にして端から5ミリぐらいを縫います。ポケットにしたいので1、2、3、3辺を縫います。左の方はずれやすいので待ち針を打ちます。縫い代は5ミリくらいです。端の糸は切っておきます。表同士を合わせて1センチの縫い代で縫います。縫い代を割ってアイロンを当てます。少し当てにくいですが、強めに押して開いておきます。表布を半分に折って表側に真ん中の線をつけます。ファスナーは裏返して開きます。留め具のところが真ん中から5ミリ横に来るように合わせて留めます。まず直線を留めてから最初はカーブに合わせて縫おうと思います。留めても良いですが、最初は留めずに縫った方が縫いやすいです。留め具のところから縫い始めます。カーブのところはゆっくり沿わせながら縫います。ちょっとタグを取り忘れていたので、これは先に取っておきます。ファスナーを内側に入れて、反対側に布端の線をつけます。印を反対側の下の端に合わせます。まっすぐのラインを止めて、さっきと同じように真ん中から5ミリ横に留め具が来るように合わせます。今回は印から左に5ミリです。直線ラインを止めます。カーブのところは真ん中を止めて押さえるようにして待ち針で留めていきます。こ
こはなるべく細かく留めた方が縫いやすいです。今回は3つにしましたが、5つぐらい留めると留めやすいです。こちらも端を縫います。針が出ていると痛いので、下の方に差し替えます。ここもゆっくり縫います。真ん中から少し手前のところで留めます。ファスナーの端は折り上げて最初に縫った端まで縫います。手で押さえにくいときはピンセットや目打ちを使うと良いです。裏布を合わせます。ファスナーの真ん中と裏布の真ん中を合わせてクリップで留めます。周りも合うように留めていきます。まず直線のところから留めて、カーブのところは真ん中を留めてから周りを留めます。針の先は内側に入れておきます。さっき縫った縫い目の内側を縫います。なるべく縫い目に近いところを縫うとカーブがきれいに縫えます。カーブはゆっくりと縫います。一度表に返してカーブのところがきれいに縫えているかチェックします。引きつっていたら糸をほどいてやり直します。ファスナーを内側に入れて、このように表同士裏同士を合わせて縫い代は表側に倒します。クリップで留めます。今回はつけたまま縫えるマジッククリップを使っています。最初はちょっと怖いですが、慣れると便利なものです。裏布には8から10センチの返し口をつけます。大きめにつけた方が返しやすいので10センチがおすすめです。1センチの縫い代で縫います。ファスナーのとこは縫いにくいので、手回しで硬いところは通り過ぎると縫いやすくなります。裏布は返し口があるので、返し口の手前で留めて
開けてから最後まで縫います。端は内側に折り込みます。ファスナーの端は切っておきます。返し口から表に返します。返し口から手を入れて端を出したら返し口を縫い閉じます。表に返して整えたら出来上がりです。ファスナーのところはアイロンの角を使うと当てやすくなります。触れると溶けてしまうことがあるので、中から低温ぐらいでかけます。ファスナーは下に折り込むようにします。これで出来上がりです。こちらは角出しです。表に返した時の角をきれいに出すのに使います。大きさとフィット感が気に入っています。マジッククリップ6個入りです。このように先が細くなっているので、つけたまま縫うことができます。先が可愛くて少し長めのステンレス待ち針、こちらです。普通の待ち針よりも少し長めです。見た目が可愛いので買ったのですが、使いやすい待ち針でした。スライドゲージ、このように動いて固定することができるので、印付けに便利です。返し口の印をつけるときも、例えば7センチなら7センチに合わせて、これで簡単に印がつけられます。他にも円が描けたり紹介動画もあるので、そちらをご覧ください。こすると消えるカラーペン、これはダイソーで買ったもので、発色がよくアイロンで消えるので買いました。目立つところに使うと後の型が残ることがあるようなので、見えないところに使うことがおすすめです。このように一瞬で消えるのでとても便利です。